桃太郎、芥川龍之介。昔々、大昔、ある深い山の奥に大きい桃の木が一本あった。大きいとだけでは言い足りないかもしれない。この桃の枝は雲の上に広がり、この桃の根は大地の底の黄泉の国にさえ及んでいた。何でも天地開闢の頃追い、イザナギの御事は、よもつ平坂に8つの雷を退けるため、桃の実をつぶてに打ったという。その神代の桃の実は、この木の枝になっていたのである。この木は、世界の夜明け以来、1万年に一度花を開き、1万年に一度実をつけていた。花は、深紅の絹笠に黄金の房を垂らしたようである。実もまた大きいのは夕を待たない。が、それよりも不思議なのは、その実は、種のあるところに美しい赤子を一人ずつ、おのずからはらんでいたことである。昔々大昔、この木は山谷を覆った枝に、累々と実を綴ったまま、静かに日の光に浴していた。1万年に一度結んだ実は、1000年の間は地へ落ちない。しかしある寂しい朝、運命は1羽のヤタガラスになり、さっとその枝へ下ろしてきた。と思うと、もう赤みのさした小さい実を一つついばみ落とした。実は雲霧の立ち上る中に、はるか下の谷川へ落ちた。谷川はもちろん峰々の間に白い水けぶりをなびかせながら人間のいる国へ流れていたのである。この赤子をはらんだ実は深い山の奥を離れた後、どういう人の手に拾われたか、それは今さら話すまでもあるまい。谷川の末にはおばあさんが一人、日本中の子供の知っている通り、芝刈りに行ったおじいさんの着物か何かを洗っていたのである。桃から生まれた桃太郎は、鬼ヶ島の征伐を思い立った。思い立ったわけはなぜかというと、彼はおじいさんやおばあさんのように、山だの川だの畑だのへ仕事に出るのが嫌だったせいである。その話を聞いた老人夫婦は、内心このわんぱく者に愛想を尽かしていた時だったから、一刻も早く追い出したさに、旗とか太刀とか陣羽織とか出陣の支度に入用のものは言うなり次第に持たせることにした。のみならず、途中の兵糧はこれも桃太郎の注文通り、きびだんごさえこしらえてやったのである。桃太郎は意気揚々と鬼ヶ島征伐の戸に登った。すると大きい野良犬が一匹、飢えた目を光らせながら、こう桃太郎へ声をかけた。桃太郎さん、桃太郎さん、お腰に下げたのは何でございます？これは日本一のきびだんごだ。桃太郎は得意そうに返事をした。もちろん実際は日本一かどうか、そんなことは彼にも怪しかったのである。けれども犬はきびだんごと聞くと、たちまち彼のそばへ歩み寄った。一つください。お供しましょう。桃太郎はとっさにそろばんを取った。一つはやれぬ。半分やろう。犬はしばらく強情に、一つください。を繰り返した。しかし桃太郎は何と言っても、半分やろうと撤回しない。こうなれば、あらゆる商売のように、所詮持たぬ者は持った者の意思に服従するばかりである。犬もとうとう探索しながら、きびだんごを半分もらう代わりに、桃太郎の友をすることになった。桃太郎は、その後、犬の他にも、やはりきびだんごの半分を餌食に、猿やキジを家来にした。しかし、彼らは残念ながら、あまり
仲のいい間柄ではない。丈夫な牙を持った犬は育児のない猿をバカにする。きびだんごの感情に素早い猿はもっともらしいキジをバカにする。地震学などにも通じたキジは頭の鈍い犬をバカにする。こういういがみ合いを続けていたから桃太郎は彼らを家来にした後も一通り骨の折れることではなかった。その上猿は腹が張るとたちまち不服を唱え出した。どうもきびだんごの半分くらいでは鬼ヶ島征伐の友をするのも考えものだと言い出したのである。すると犬は吠えたけりながらいきなり猿を噛み殺そうとした。もしキジが止めなかったとすれば、猿はカニの仇討ちを待たず、この時もう死んでいたかもしれない。しかしキジは犬をなだめながら猿に主従の道徳を教え、桃太郎の命に従えと言った。それでも猿は道端の木の上に犬の襲撃を避けた後だったから、容易にキジの言葉を聞き入れなかった。その猿をとうとう特進させたのは確かに桃太郎の手腕である。桃太郎は猿を見上げたまま日の丸の扇を使いわざと冷ややかに言い放した。よしよし。では友をするな。その代わり鬼ヶ島で征伐しても宝物は一つも分けてやらないぞ。欲の深い猿は丸い目をした。宝物？へえ、鬼ヶ島には宝物があるのですか？あるどころではない。何でも好きなものの振り出せる打ち出の小槌という宝物さえある。ではその打ち出の小槌からいくつもまた打ち出の小槌を振り出せば一度に何でも手に入るわけですね。それは耳寄りな話です。どうか私も連れて行ってください。桃太郎はもう一度彼らを共に鬼ヶ島征伐の道を急いだ。鬼ヶ島は絶海の孤島だったが、世間の思っているように岩山ばかりだったわけではない。実はヤシのそびえたり極楽鳥のさえずったりする美しい天然の楽土だった。こういう楽土に生を受けた鬼はもちろん平和を愛していた。いや、鬼というものは元来我々人間よりも凶楽的に出来上がった種族らしい。小太りの話に出てくる鬼は一晩中踊りを踊っている。一寸法師の話に出てくる鬼も一身の危険を顧みず物詣の姫君に見とれていたらしい。なるほど、大江山の主天童子や羅生門の茨城童子は希代の悪人のように思われている。しかし茨城童子などは我々の銀座を愛するように朱雀王子を愛するあまり、時々そっと羅生門へ姿を現したのではないであろうか。主天童子も大江山の岩屋に酒ばかり飲んでいたのは確かである。その女人を奪っていったというのは真偽はしばらく問わないにもしろ女人自身の言うところに過ぎない。女人自身の言うところをことごとく真実と認めるのは、私はこの20年来こういう疑問を抱いている。頼光や四天王はいずれも多少気違いじみた女性崇拝家ではなかったであろうか。鬼は熱帯的風景の中に琴を弾いたり踊りを踊ったり古代の詩人の詩を歌ったりすこぶる安穏に暮らしていた。そのまた鬼の妻や娘も旗を折ったり酒を醸したり蘭の花束をこしらえたり我々人間の妻や娘と少しも変わらずに暮らしていた。ことにもう髪の白い牙の抜けた鬼の母はいつも孫の森をしながら我々人間の恐ろしさを話して聞かせなどしていたものである。お前たちもいたずらをすると人間の島へやってしまうよ。
人間の島へやられた鬼は、あの昔の酒呑童子のように、きっと殺されてしまうのだからね。人間というものかい？人間というものは、角の生えない、生白い顔や手足をした、なんとも言われず、気味の悪いものだよ。おまけにまた人間の女と来た日には、その生白い顔や手足へ一面に鉛の粉をなすっているのだよ。それだけならばまだいいのだがね。男でも女でも同じように、嘘は言うし、欲は深いし、焼きもちは焼くし、うぬぼれは強いし、仲間同士殺し合うし、火はつけるし、泥棒はするし、手のつけようのないけだものなのだよ。桃太郎はこういう罪のない鬼に建国以来の恐ろしさを与えた。鬼は金棒を忘れたなり、人間が来たぞと叫びながら、ていていとそびえたヤシの間を右往左往に逃げ惑った。進め！進め！鬼という鬼は見つけ次第、一匹も残らず殺してしまえ！桃太郎は桃の旗を片手に日の丸の扇を打ち振り犬猿キジの3匹に号令した。犬猿キジの3匹は仲のいい家来ではなかったかもしれないが、飢えた動物ほど中勇無双の兵卒の資格を備えているものはないはずである。彼らは皆嵐のように逃げ回る鬼を追い回した。犬はただ一噛みに鬼の若者を噛み殺した。キジも鋭いくちばしに鬼の子供を突き刺した。猿は我々人間と親類同士の間柄だけに鬼の娘を絞め殺す前に必ず領辱を欲しいままにした。あらゆる罪悪の行われた後、とうとう鬼の酋長は命を取り留めた数人の鬼と桃太郎の前に降参した。桃太郎の得意は思うべしである。鬼ヶ島はもう昨日のように極楽町のさえずる楽土ではない。ヤシの林は至る所に鬼の死骸をまき散らしている。桃太郎はやはり旗を片手に3匹の家来を従えたまま、平雲のようになった鬼の酋長へ厳かにこう言い渡した。では格別の憐憫により貴様たちの命は許してやる。その代わりに鬼ヶ島の宝物は一つも残らず献上するのだぞ。はい、献上いたします。なおその他に貴様の子供を人質のために差し出すのだぞ。それも承知いたしました。鬼の酋長はもう一度額を土へすりつけた後、恐る恐る桃太郎へ質問した。私どもはあなた様に何か無礼でもいたしたため、ご征罰を受けたことと存じております。しかし実は私をはじめ、鬼ヶ島の鬼はあなた様にどういう無礼をいたしたのやら、とんと合点が参りませぬ。ついてはその無礼の次第をお明かしくださるわけには参りますまいか。桃太郎は悠然とうなずいた。日本一の桃太郎は犬猿キジの3匹の忠義者を召し抱えたゆえ、鬼ヶ島へ征伐に来たのだ。ではそのお三方をお召し抱えなすったのはどういうわけでございますか。それはもとより鬼ヶ島を征伐したいと志したゆえ、きびだんごをやっても召し抱えたのだ。どうだ、これでもまだわからないと言えば、貴様たちも皆殺しにしてしまうぞ。鬼の酋長は驚いたように3尺ほど後ろへ飛び下がると、いよいよまた丁寧にお辞儀をした。日本一の桃太郎は犬猿キジの3匹と人質に取った鬼の子供に宝物の車を引かせながら、とくとくと故郷へ凱旋した。これだけではもう日本中の子供のとうに知っている話である。しかし桃太郎は必ずしも幸福に一生を送ったわけではない。鬼の子供は
一人前になると万人の雉を噛み殺した上、たちまち鬼ヶ島へ逐電した。のみならず、鬼ヶ島に生き残った鬼は、時々海を渡ってきては、桃太郎の館へ火をつけたり、桃太郎の寝首をかこうとした。何でも、猿の殺されたのは人違いだったらしいという噂である。桃太郎は、こういう重ね重ねの不幸に短足を漏らさずにはいられなかった。どうも鬼というものの執念の深いのには困ったものだ。やっと命を助けていただいたご主人の大恩さえ忘れるとはけしからぬ奴らでございます。犬も桃太郎の10面を見ると悔しそうにいつもうなったものである。その間も寂しい鬼ヶ島の磯には美しい熱帯の月明かりを浴びた鬼の若者が5、6人、鬼ヶ島の独立を計画するためヤシの実に爆弾を仕込んでいた。優しい鬼の娘たちに恋をすることさえ忘れたのか、黙々としかし嬉しそうに茶碗ほどの目の玉を輝かせながら、人間の知らない山の奥に雲霧を破った桃の木は今日もなお昔のように累々と無数の実をつけている。もちろん桃太郎をはらんでいた実だけはとうに谷川を流れ去ってしまった。しかし未来の天才はまだそれらの実の中に何人とも知らず眠っている。あの大きいヤタガラスは今度はいつこの木の梢へもう一度姿を現すであろう。ああ、未来の天才はまだそれらの実の中に何人とも知らず眠っている。